オンライン雑誌哲学編集人田中と申します。今日は私が書いた本の内容についてご紹介します。手話は根本和則さんにご担当いただいています。それでこちらの本が昨年の10月に出版したものなんですが、手話と哲学をつなぐ内容になっています。3部構成になってまして、第2部がもしかしたら一番難しいと感じられるかもしれません。哲学の専門的な知識について記述していて、文章だけだと少し難しいと感じられると思います。ですので今日は第2部の内容をご紹介します。第2部では少し昔のある哲学者の見解を扱っています。こんな哲学者です。イギリス人哲学者ジョン・マクタガートと言います。指文字が大変なので以降こちらを使います。彼は1908年に時間の非実在性という論文を発表しました。発表当時、哲学の業界で大議論が巻き起こり、今でもその議論が続いています。英語から日本語への翻訳書もあり、日本でも議論が続いています。さて、マクタガードが時間が実在しない根拠として考えているのが、概念の中に矛盾があるからというものです。概念の矛盾と時間が実在しないということの関係、ちょっと分かりづらいですよね。例を使って説明してみます。例えば誰かに100円玉の材質って何だっけと聞かれたとします。それで答えとして成分のうち銀 100%、銅 100% で100円玉になるよと答えたとします。これって考えてみるとちょっと変ですよね。成分のうち材料 A50%、材料 B50% の組み合わせであればありえます。成分のうち 100% と 100% の組み合わせは考えてみるとおかしいですよね。つまり考えて矛盾があるとすればそのものは実在しない、そういうふうな判断をしていることになります。マクタガードもこれと近い形で考えていて、時間概念に矛盾があるために時間は実在しない、そういうふうに結論付けたわけです。時間概念を吟味してみると、マクタガードは3つの区別の系列があると言います。時間のことを考えるときに現在、過去、未来という区別をすることがありますよね。この区別の方法をマクタガードは A 系列と呼びます。この A 系列の区別ができるようになると、何か複数の出来事が起こったときにどれが前に起きてどれが後に起きたのか、そうした区別ができるようになります。この前後関係をマクタガードは B 系列と呼びます。この A、B の2つの系列が時間概念にとって大事な区別になるわけですが、これらを除くと最後に残るのが記号の列。この記号列のことを C 系列とマクタガードは呼びます。この中で A 系列に矛盾があるために時間は実在しない、そういう結論に至るわけです。それでは A 系列に矛盾があるとは一体どういうことなんでしょうか。マクタガードが使った例ではないんですけれども、分かりやすくするために花の例で考えてみましょう。球根から芽が出て枯れる時間変化を表すとき、それらの状態が過去、現在、未来のどこにあるのか決めなければなりません。例えば過去に球根、現在は花、未来には枯れるというふうにしないと変化が表せません。
しかし一つずつの出来事に注目してみると、芽が出るという出来事も未来から現在になり、やがて過去になります。花が咲くという出来事も未来現在過去の3つの変化を被ります。花が枯れるという出来事も同様です。出来事がそれぞれ過去現在未来のいずれか一つである必要と、どの出来事も未来現在過去の3つの性質を持つ、それらは両立がありえない矛盾だとマクタガードは考えるわけです。ちょっと引っかかる議論の展開ですよね。もしこれを矛盾とするならば、その矛盾を回避できるように永系列の区別を使って説明できるか考えてみましょう。例えば今度は誕生日の例で表現を考えてみます。現在2月2日、誕生日は現在です。過去の2月1日においては誕生日は未来です。未来の2月3日においては誕生日は過去です。この説明で問題なく誕生日の時間変化を表現できているように思います。しかしマクタガードはこうした説明に納得しません。時間上の変化を説明するのに永系列そのものを使っているので悪循環と言って切り捨てます。例えばウサギとは何かと聞かれて、それはウサギのような動物のことだよというのと同じことになる、そういう意味です。確かに時間変換の説明に永系列を繰り返し使ってしまったので悪循環というのも分かります。では気を取り直して別の方法を考えてみましょう。今度は出来事の時間変化を見る視点を固定してみます。私の誕生日は未来だった。今である。そして過去になるであろうということはできます。先ほどのように永系列を繰り返していないのでうまく説明できていそうです。しかしマクタカードはこう言います。その変化を見ているのはいつだいと。それは2月2日の現時点です。誕生日の時間変化を見ている時点も未来現在過去と変化します。そしてその変化を見ている時点も同じように変化します。その変化を見ている時点もその変化を見ている時点もというふうに無限に永系列が増殖します。同じ区別を繰り返し使う悪循環と無限交代という説明としては説得力のない形になってしまい、矛盾は残り、やはり時間は実在しないとマクタガードは考えるわけです。これがマクタガードの時間論の骨子です。いかがでしたでしょうか皆さん。何かが変だと思いますよね。ただどこが変だと指摘するのは案外難しくて、だから今日まで哲学者の間で議論が続いているわけです。何かもしもっといい方法の思いついた方はぜひコメントください。そして次の動画も予定しています。次は手話空間でマクタガードの議論の流れをもう一度検証してみます。どこが変なのか見つかるかもしれません。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。